定刻となりました。これより第2回 Ccd 船場まちづくりセミナー、最新パリの都市計画に学ぶ新たな都心創造を開催いたします。なお、一段階でご案内差し上げておりました通り、本日の講師であるヤニック・ベルトランド氏による講演は、英語で進めさせていただき、主なポイントについて、パリ市在住建築家、Tomoko安養寺より日本語にて説明いただく流れとさせていただきます。また、プレゼン資料につきましても、主なポイント部分につきまして、日本語との併記とさせていただいております。前回に続き、今回の講演会であるコーディネーターを務めます、合同会社ブルーフレア、一般社団法人船場クラブ、船場まちづくり検討会事務局の米田佳代と申します。よろしくお願いいたします。講演会挨拶に先立ちまして、皆様に注意事項がございます。本講演で使用されます資料の無断での転載につきましては、固くお断り申し上げております。それでは、本日ご登壇いただく皆様をご紹介させていただきます。船場まちづくり検討会座長、大阪府市特別顧問、大阪公立大学研究推進機構特別教授の橋爪真也教授です。はじめでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。次に、関西道路研究会デザイン部会主査、京都大学大学院山口啓太准教授です。よろしくお願いします。次に、船場まちづくり検討会委員、大阪ガス株式会社エナジーソリューション事業部の三好正人部長です。よろしくお願いいたします。そして、本講演ゲストである、パリ建築家である、都市計画家である、ヤニック・ベルトランド氏です。引き続き、私からセミナーの趣旨、船場まちづくり検討会、そして本日のゲストである、ヤニック・ベルトランド氏について、簡単にご紹介させていただき、前回ご参加いただきました皆様におきましては、一部重複する箇所もあるかと存じますが、あらかじめご了承ください。まず、2019年に船場クラブが実施しましたまちづくり提案コンペをきっかけに、道路の新しい活用方法を提案していくため、2020年から船場内で毎年社会実験を実施してまいりました。2021年には船場まちづくり検討会を組成し、街の課題方向性について議論を重ね、オープンエア空間やストリートレベルの交流が新たな価値を生み出す、都心競争地区 CCD、セントラルコークリエイティブディストリクトを目指して、都市世界目線を持ちながら、街の人の顔が見える、つながりが見える都心を目指し活動を開始しました。2021年、国交省の補助事業である官民街中再生事業として、本日登壇いただいている橋爪先生や山口先生をはじめ、有識者の方々、行政からは、大阪市建設局など5局、大阪商工会議所、民間、そして船場クラブが委員を務めております。こちら、船場未来ビジョンにつきましては、後ほど三好氏から詳しくご説明をいただく予定をしております。合わせて新たな道路活用提案を重ねてきた背景から、山口先生がデザイン部会の主査を務めておられます関西道路研究会のご協力のもと、前回に引き続き合同開催とともに、橋爪先生が所属されております大阪公立大学の共催にて進めさせていただきます。そして今回、ヤニック・ベルトランド氏からパリにおけるローカブルな街づくり、来年10月施行予定の PLUB、そしてベルトランド氏が携わったプロジェクトを含め、事例を交えながら説明をしていただきます。それではまず、橋爪真也先生より開会のご挨拶をいただきます。はい、橋爪先生、お願いいたします。開会にあたりまして、一言、申し上げたいと思います。本日はフォーラム参加いただきましてありがとうございます。船場まちづくりの検討会ではですね、私の生まれ故郷である大阪の都心、船場地区が、戦前は商いの町でありましたが、戦後オフィス街になります。いわゆる中心業務地区 CBD としてですね、発達をしたのですが、2000年頃に空洞化をいたしました。
新しい街を作らなければいけない、都心を再生するということで、我々は、勉強会を、始めた形になります。そこで私は提案いたしまして、CBD から CCD へと、セントラルコーポレーティブディストリクトに変わっていくということを、将来のビジョンとして掲げました。実際多くの方が都心居住を始めている状況の中で、我々はどのように変わらなければいけないのかが問題意識であります。で、その中で世界でもです、同じように中心市街地が変わろうとしている事例が、あります。我々はこのセミナーを通じてですね、世界各地の、先進事例であったり、経験談などをですね、学んでいきたいと思っております。本日は、フランス、パリからヤニック・ベルトランド先生、お越しいただきましてありがとうございます。ぜひですね、我々もパリの地で学ばせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。先生、ありがとうございました。それでは、船場まちづくり検討会委員で大阪ガス株式会社エナジーソリューション事業部部長、三好雅子さんから、都心競争地区船場園についてご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。はい、大阪ガスの三好でございます。よろしくお願いいたします。今回2回目の CCD 船場まちづくりセミナーということで、前回はニューヨークから、ニューヨーク市公園局の方にお越しいただきましたけれども、今回パリからということで、いろいろなベンチマーク都市を見ながらですね、船場の未来ビジョンをさらに、ブラッシュアップしていこうという趣旨でやらせていただいております。都心競争地区ということで、セントラルコークリエイティブディストリクト CCD ということをはじめ先生と、考えて、ご説明したいと思います。少し画面が変わるのに時間がかかるのに、ここでお待ちいただけますか。資料が重いため、多少お待ちいただくことになりますが、お願いいたします。船場未来ビジョンにつきましては、2021年から2022年、2年間かけて、船場まちづくり検討会を組成した中で、今、今回出席いただいております、橋爪先生、山口先生をはじめとした、先生方、有識者の方々と共に作り上げてきたものになります。また、社会実験等につきましても、後ほどご紹介いただきますが、今、こちら、表紙の画面に置かれてますように、芝生を引かれている状態ではあるんですが、こちら、道路上の、社会実験ということで、詳細の方につきましても、後ほどご紹介させていただきます。少し重いですが、ちょっと今しばらくお待ちください。こちらの方で、切り替えさせていただきます。はい、船場の、まず場所からですね、今日は東京の方からもお聞きいただいている方がいらっしゃいますけれども、ちょうど船場というのは大阪のちょうど中心地、梅田と難波という北と南のちょうど真ん中に位置しておりまして、国際競争力を有する地域として、大阪の成長を牽引してきた、そういった地域になっております。歴史を紐解くとですね、1920年代、大大阪時代と言われた時にはですね、東京市を抜いて世界6位の大都市であったと。その中で大阪の中心として船場が商業であったり、経済を引っ張った、あるいは文化も引っ張ってきたような時代になっています。
でその時代から、船場というのは街全体がイノベーティブなスタートアップの場であったということも言えると思います。人口で見ると、特に、中心業務地区として発展したのですけれども、戦後はですね、居住者の郊外流出であったり、あるいはバブル崩壊後の産業構造の変化であったりでですね、一時は衰退をしておりましたけれども、この10年を見ると、タワーマンションであったり、ホテルが一気に増加いたしまして、10億の人口はこの10年で 30% ぐらい増加しているということで、食住遊が復興する、都心として新たな船場が今形成されつつあります。土地利用で見ると、ご覧いただいたら分かりますように、一戸建て住宅が、減少し、販売商業施設も減少している中で、最近ですとマンションであったりホテルが増加していると。一方で、一番下にありますように公園であったり広場が非常に少ないというのもこのエリアの特徴になっています。他方ですね、公開空地が非常に多いという地域でもありまして、表にありますように104件、5.2 ヘクタールの公開空地が特に北側を中心に、ありまして、圧倒的に公園が少ない分、公開空地で空地が生まれているというのも特徴になっています。その中で、今回 CCD ということで、オープンスペースに対する重要性の意識の向上であったり、リモートワークの進展等々、大きな暮らしの変化を踏まえて、従来の中心業務地区の見方が変わりつつあるということで、クリエイティブなディストリクトを目指していくということをこの未来ビジョンで掲げております。今言いましたようにオープンや空間やストリートレベルでの交流が新たな価値を生み出すと。生活、仕事、遊びが重層したウォーカブルなエリアを目指していこうという未来ビジョンにしております。グラウンドレベルというものも大事にしようということで、公開空地、船場交代線、道路といったグラウンドレベルをコモンプレイスとして、実験の場であったり、楽しむ場であったり、出会い交流の場にしていこうというようなことを考えております。また、スタートアップの場であったということでですね、挑戦し続ける街であり続けようということと、我々のような船場クラブ、地域の団体がそれをサポートするということで、オープンマインドコア船場、昔から言うやってみなはれという精神も大事にしていこうというふうに考えております。そんな中でモデルプロジェクトとして何個かあるんですけれども、一つはカーブサイドマネジメントという形で今国交省さんの方で考えられている道路の路肩を柔軟に活用してにぎわい施設帯を作っていくということを一つのモデルプロジェクトにしております。それで21年、22年とですね、社会実験、ご覧いただいたらわかりますように、中央分離帯を非常に簡単なものにした歩車共存のスペースであったり、簡単な柵を作ることで、通過交通を排除して、エリアの沿道建物だけの車両だけを通行させることでの、シェアードスペースということをやってまいりました。これに関しては今年度も11月の19日に高麗橋3丁目の淀屋橋センタービルド前で、これまで3年間の経験を踏まえてですね、歩車分離施設もない、車両制限もしない形での完全なシェアードスペースの実現というのを社会実験でやってみようということで、今、交通管理者との協議もほぼ整いつつありますので、もしお時間があればですね、11月19日の日曜日ですけれども、高麗橋3丁目のこの社会実験をご覧いただければと思います。もう一つは公開空地の利活用ということで、現行の公開空地の専用制度でいうと、連続30日とか年間180日というような制限があるんですけれども、これらをできるだけ柔軟に長期に許可できるような制度を大阪市さんに今お願いをしているところでもあります。それに向けてモニタリングプロジェクトということで、船場内の公開空地を使って、にぎわい空間を長期的に作り出し、住民ワーカー、ビジターの憩いの場とすることを、去年の11月から
約1年間続けて、実際の課題であったり、ワーカーの反応などを今、測っているところでございます。こういったことをやりながら、25年に大阪万博がございますので、それに向けて、23年、24年、25年という形でですね、都心競争地区の創造に、万博を機にですね、つなげていきたいというふうに考えております。また、千葉町並みガイドラインという我々のルールを作ろうとしておりまして、その中で、1階のグランドレベルの境界をつなぐ、あるいは利活用を使うことを考えて空間を考えるということをやっていこうとしております。その中で道路空間のあり方、カーブサイズマネジメントのあり方であったり、千葉交代部の段差のないバリアフリー構造というものを千葉のルールにしていこうというふうに考えています。また、公開空地についても、幾ばくか緑があったり、滞留できる場所はできていますけれども、さらに賑わい創出ができる、あるいは誰もが快適に利用できるための空間のしつらいというものを、規定していきたいというふうに考えています。また、民地についても、例えば、景観を阻害しないような外壁であったり、しつらい、あるいは、後ほどベルトランドさんから ELUB の話がございますけれども、例えば、緑地部分をどうやって拡大していくのかといったことについても言及をしていきたいと思っております。今日はベルトランドさんからパリのウォーカブル事例をお話しいただきますけれども、特に、パリレシピアと言ってますが、20ぐらいの指定区域では週末と祝日にはですね、車両乗り入れが禁止された地域というのが多く広がっている、一つの先進事例にパリはなるのかなと考えております。また、パリから少し行きますと、ブリュッセルという都市ではですね、1.3 キロ、ほぼ御堂筋の淀屋橋から本町間ぐらいがですね、完全な歩行者空間となっていて、それらを3つの広場が緑のプロムなどで接続するというようなアンスバッハ通りというような広大な歩行者空間も広がっているところがございます。はい、ということで、今日はベルトランドさんのお話を聞きながら、この未来ビジョンをさらにブラッシュアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。三好様、ありがとうございました。それでは次に、関西道路研究会デザイン部会主査、京都大学大学院准教授、山口先生より、なぜ今、都市環境の変革が必要なのかをテーマにお話しいただきます。山口先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。この後、ベルトランドさんからパリの、お話をいただきますけれども、10分程度で、その施策の背景なんかを少しご紹介したいと思います。やはりこのパリですね、この数年間、本当に劇的に空間が変わっています。それがどうしてそんなことが可能なのかっていうのは皆さん、疑問に思うところですけれども、そういったところを少し今日は、議論できたらいいかなと思っています。まず、これ、シャンゼリゼ通り、カーフリーの時の写真です。去年、私がいた時に作りました。これ一つ、象徴的な、取り組みなんですけれども、2015年パリで、車を止めてですね、こういう人が、歩くような社会実験をしました。で、2016年から月1回、シャンゼリゼでは、車を止めてですね、ここ電話していると。これ、ウォーカブル政策のように見えるんですけれども、実は、大気汚染の対策という、環境政策が、政策の、趣旨になっている。しかし、こういう取り組みをですね、単にやるだけじゃなくて、パリの場合は2015年から徐々にこう広げてですね、先ほど、三好さんから紹介いただいたような、面的な、車、車両交通規制なんかをかけているような取り組みをしながらですね、同空間再編をセットでやっているというようなところが非常に戦略的で面白いところです。これは去年、年に1回ですね、パリの都心全域がカーフリーになるときの写真です。で、幹線道路もそうですし、まさにこのルーブルの前なんかも、全く車が通らないというところで、みんな、自転車で、行き来していたりとか、都心の方では、
そこに、速度の、ここだとこの車が入ってくるところも、真ん中をこう歩いて、人々が、街を楽しむような、ここだところでマルチなんかがされているような、そういった風景が広がると。こういう、都市空間の戦略をですね、それだけで見るとやっぱ分からなくて、やっぱ環境政策との関係、特に今日は気候適応策のお話もさせていただきますけれども、これ交通規制とか、交通戦略というんですか、いわゆる空間、自家用車の利用からの転換とか、省エネ対策、そういったものと、様々な空間整備の政策が、非常にこう深く連関しているところが、パリの面白いところかな。で、先ほどありました息をするパリですね。この2016年から始まっています。これも最初は小さいエリアから始まって、徐々に拡大されてですね、今、パリの都心の方、中心部をかなり広くですね、実施していると。で、実際、これで、スモッグが減少して、成果が出たので、どんどん広げるということで、今、実際、週に1回やってるようなエリア、そうですね、とか月に1回やってるようなエリアです。特に月に1回やってるようなエリアは、大阪で言いますとですね、天満橋から肥後橋、淀屋橋から難波ぐらいの2キロ、3キロ四方のですね、エリアを完全的な通行です。いうような、非常に積極的な、車の交通政策をやって、それで、自家用車の利用をですね、制限するのを、慣れさせるというような、ステップになっているというところが面白いところかな。で、実際に、こういう車、止めるところはこういう、簡易なですね、フィルターがあって、その中では、こういう人々がこう歩道に、オープンカフェのような形で利用してというようなのが定着してで、これはですね、先ほど息をするという話もありましたけれども、大気汚染対策としてされている、様々な政策が、セットでされているんですけども、低排出ゾーンを作るとか、交通手段をですね、変えていく、転換していく、もしくはシェアモビリティでクリーンモビリティを作っていく。実際にそれを2010年から非常にこう、いろんな施策を組み合わせて、実際に、年間死亡者数というのが、推計されているんですけども、2割が減る。やはりこの、施策を進めるにあたって、この大気汚染によって人がこんだけ死ぬんだと。で、それを減らしていくんだというのが非常に大きな施策目標になって、反対する人は少ないですので、そういった中で、非常に強力に推進していく、そういう政策の立て付けをしているところが非常に興味深い。で、一方で、これとセットで、このパリの歩行者空間戦略というものを立てて、これの考え方としましては、パリの移動というのは、ほとんど多くの人が徒歩移動なのに、実際の空間を見ると、自動車のための空間になってしまっているので、もっとこう、そのですね、ギャップを埋めていこうというような問題意識のと、方針を立てられてですね、いろんな方向色が、非常に複雑な、様々な施策を一体的に進めているというのが、実態になっています。で、そういった中で、どういったエリアをどういうふうに、施策展開しているか。面的なものと、拠点ですね。で、実際拠点で言いますと、こういう広場の、ラウンドバートですね、道路空間再編という形で、交差点を公園化する、広場化する、そういうような施策もどんどん進められてまして、バスティーユ広場なんかも、一部を広場化する。で、ナショナル広場も、半分ぐらい、広場化して、非常に大きな緑地を作るということをやっております。また、自転車道整備、これもまさにコロナの頃ですね、非常にこう、進んだんですが、実はそのコロナの前からですね、非常に大きな施策の、を立てておりまして、特にこの2018年から2022年の間に、かなり自転車道整備しまして、200億円ぐらい購入して自転車道を倍増させて、実際に自転車利用も人数ベースで言うとも2倍以上になる。こういうような非常に劇的な政策展開をしてですね、リボリー通りなんかの非常に有名な例ですけれども、車の3分の2を自転車のための空間にしている。こういう簡易なですね、一部速度車道になっているところを、簡易的に自転車道にして、どんどん広げていっている状況になります。
さらに、こういったいわゆる環境政策を、後押しする一つの、背景として、気候変動適用というのがあります。COP20 で、パリの、いわゆる COP21 で、パリ協定が結ばれて、そこからパリはですね、ある種、気候計画というのを立てます。実はこれがですね、また非常に大きな、都市空間戦略の、後押ししている政策になっておりまして、もちろんカーボンニュートラルを進める。これは日本でも同じようなことを言ってますけれども、ガソリン車ゼロを2030年まで目指すとか、車を減らしていく、自転車を増やす、そして熱対策をしていく。これ、後ほど、ベルトランドさんからお話がありますが、2050年までに土地の 40% 透水性の路面を挑戦するというのを、気候変動対策としてやっているということを、ここで掲げて、実際に都市計画に反映されているようなことがされていっているところであります。で、パリ、50度のパリというシナリオを書かれてですね、こういうのを見て、いろんなエビデンスをもとに、街路樹を植えていくことによって熱対策をしていく。そういう熱対策とセットでですね、エリアの、何か、植栽空間の調節、こういったものを、いわゆる幹線道路だけじゃなくて、脇道ですか、小さな道についても、地域の人たちのいろんな意見を反映しながら、徐々に一つずつ、植栽空間、身近な緑を作っていこうというような施策を、ここ数年進めておられます。そういった中で、例えばタンプル道路ですね、もともと駐車場になっているタイプの、あんまり気持ちいい通りじゃなかったところが、非常に気持ちいいと。この緑化とテラスが、セットで作られるようながされている。こういうようなですね、環境政策と都市空間戦略の、本当に連携、これ、時間の中でですね、徐々に様々な連携が出てきたわけですけれども、こういう戦略の立て方と、実際の政策の進め方なんか非常に参考になるかなというふうに。以上です。山口先生、ありがとうございました。それでは、本日のゲストであります、パリ在住建築家であり、都市計画家のヤニック・ベルトランド氏より、最新パリの都市計画に学ぶ新たな都心創造についてご紹介いただきます。ベルトランド、お願いします。Hello. Hello. Please. おはようございます。We are very pleased to be with you this morning. 聞こえてます。Can you hear us? Yes. Yes? Okay. おはようございますが、パリで事務所やってますアンヨージベルトランドの事務所です。ヤニック・ベルトランドと今日は日本語や解説を少しさせていただきます。アンヨージともと申します。よろしくお願いします。Can you see the screen? Yes. Yeah? Okay. Is it fine like this? Yes. Yeah. Okay, so today, after Mr. Yamaguchi talked, we are going to repeat some of those things he already said, but we are going to say it or present it on a slightly different way, of course. So we are going to talk about different public policies. The one about public space. Mr. Yamaguchi already talked a lot. About the local plan of the city of Paris, the bi-climatic plan regulation, and one urban operation that we are working on. I'll try to be fast. 先ほど山口先生からもご紹介あったのとちょっと被るところがあるんですが、今日はパリの政策、3つの政策でパブリックスペースと、あと新しい都市計画法と、あとパリで実際にやってる再開発事業をちょっと違う視点から説明していきます。So as you already know it, the total energy consumption of humanity is growing a lot since the 19th century.
And now, as you've seen, every kind of energy like coal, oil in blue, gas, water, and nuclear power, as we create a new energy, we never stop using the other energy. So we are consuming so much energy. So now we have to change the way we use energy and maybe not consume energy as more. So this is also related to traffic, because lots of energy is consumed for traffic, almost 40%. Is it? 1800年時代の時にはエネルギーが限られていたために気候に適した都市計画をやっていたのが、今いろんなエネルギーが活用できるようになったために、街自体が気候に左右されない都市計画になってしまって、もっともっとエネルギーを使うようになってしまった。それ、Okay, so Paris compared to other European cities is the deadliest European capital when there is a heat wave. For comparison, if there is a cold wave, London would be the city where there would be more people dying of cold because the houses are not isolated enough. And Paris, on the opposite, would be the deadliest city if there is a heat wave like we had last summer, and that we have more and more. And the difference between the city and the close countryside, it's like 2 or 3 more degrees during daytime, and during nighttime it's 10 degrees over countryside, so it's very warm in the city. パリはヨーロッパの中で猛暑による死者が最も多い首都なわけですが、ロンドンはその代わり寒波の死者数が多いっていうのは、ロンドン、イギリスの建物って断熱がよくされてないんですよ。断熱率が悪いんです。で、パリの場合は、今年も猛暑だったんですが、ヨーロッパでトップで、パリ市内と、あと、カントリーサイドの、温度差が日は2、3度なんですが、夜間は10度になるんです。And one of the reasons, there are many reasons of course, but some of the reason is because Paris is very dense. It's highly populated city, as you see on the picture. There are more than 200 inhabitants per hectare and more than 100 salaries per hectare. So there's 300 people per hectare as an average. And sometimes it goes up to 800 or 900 people per hectare in the dense parts of the city. That's one reason. The other reason is the city is very dense, and there are very few parks or gardens. In Paris, public space is only 30% of the area of the city. For comparison, Barcelona is more than 30%. There's also greenhouses effect due to car traffic, like everywhere, and also greenhouses gas to energy consumption. And all this together makes the climate gets warmer in summer. で、それでパリがなぜその猛暑で死者数が多いかというと、まず人口がかなり高密だということですね。平均で州人口と住民を合わせると大体平均で300なんですが、ある地域に行くと800から900になるケースがあります。あと、パリは緑の緑地がかなり少なくて、だいたい 13% ですね。バルセロナに比べても30% あるので、かなり建物が高密度で建っています。で、あと、どこの国でもそうですが、排気ガスによる温室効果ガスが 40% 占めて、あとエネルギーの温室効果ガスが 60% ぐらいになっています。So, sorry. No? One of the reasons, so it's that because Paris is a very dense city, and on this map, you can see the vegetation rate of the city, and when it's red, so the city center and the whole large city center, there's less than 10% of vegetation rate. So it means the city is very mineral. で、
パリが緑地が、わずかだっていうのは地図見てもらうとわかると思うんですが、大体のエリアで緑地率が 10% 未満になっています。No, sorry. So this is the heat wave of last year, 2022. And as you can see, the center area where there's less vegetation, this red area, I don't know if you see it on the map, it's where there's less than 10% of vegetation. This area, there's more vegetation, and it's on the hills, so the wind comes. And you can see also in the suburb cities, industrial areas or railway areas, it's getting very, very hot. So there, it's during the day, and I think the red areas are like 10 or 15 degrees over normal temperature. これはパリの地方温度の夏の、写真なんですが、このパリは、ここがパリですね。で、見てもらうように赤いところが、緑地が 10% 未満のところで、あとこの辺がもうちょっと温度が低いんですが、これは丘の部分ですね。風があるんで、それだけ低くなってます。あとこの辺は工業地帯になってるんですが、ここもパリの郊外になりますが、工業地帯も、かなり、赤くなっていると思います。So the city has to face this question of climate change, and also the city is becoming a little less attractive for young workers. So the city has to change, and the change has to be quite radical. So there are many actions, but three actions can be like Yamaguchi Sensei said, make Paris a walkable city. It means reducing car spaces, like lanes and parking sites, promoting active mobilities, pedestrian, bicycle, public transport, and also we'll show you some example how to make it in a method, how to convince people that you have to change and that changing is acceptable for their life. That's one topic that I will develop. The second one is the bioclimatic, so urban regulation, giving more space to nature in a very dense city where the price of land is very high. And it's also meaning transforming existing building more than building new, because we are in a historical city, so it's very difficult. And the third example I will give is on urban regeneration, that a public city is ruling those transformation, so you can transform everything to the maximum, and you have to share everything that is possible, giving even more opportunity than private developers. それでパリが気候変動に対してやっていることが、まず3つのアクションがあります。まず山口先生が先ほど話されたように、パリをウォーカブルな街にしようということで、とにかくカースペースの減少、あと交通機関の交通方法の変換ですね。サイクリングを増やしたりと、あとはどうやって街を変えていくのかっていう、パリがだんだん若い世代にとってどんどん魅力がなくなってくるために街を変えようということで、じゃあどうやって変えていくのかっていうのを一緒にやろうということでいろんな実験をやっています。二つ目が、新しい、ローカル都市計画法でバイオクリマチック、PLU バイオクリマチックと言いますが、そこで、どれだけ街に自然を増やしていくのかと、あと、パリはもう街が完成したようなところなので、どうやって既存の建物を、活用していくのか、それを壊すのではなくて、それを活用していくっていう。あと、再開発事業なんですが、それはパブリックの、行政側がかなりコントロールしてやってる再開発事業で、街自体を変えていくんだけれども、共有どころは共有させて、新しい街づくりをやるという例です。So the first action is making a walkable city, and we'll show pictures as Mr. Yamaguchi Sensei did before.
So you can see the main road crossing East-West Paris, Rue de Rivoli. So in 2008, you can see that on the top that there was 2 lanes for car and 1 for bus plus bicycle on the right-hand side. We drive the other way than in Japan, you know, all know this. And on the bottom one in this year, there's still a bus lane on the right-hand side. There's only 1 lane for car, just 1 on the main street crossing Paris. And the left lane become a double lane for bicycle. And this is Hôtel de Ville. これは、先ほど山口先生のスライドでも言いましたが、リボリ通りで、これは、メジャーな、交通道路です。東から西まで通ってるメジャーなところなんですが、2008年は、3車線あって、そのうちの1本が、公共交通用の専用道路だったんですが、2023年には2車線となって、そのうち1つは、交通用で、一般車両は1車線になって、あと、サイクリングロードができました。左に見えているのがパリの市庁舎です。So to come to this situation on the bottom, it took almost 20 years to the city making changes little step by little step. でこの計画を実現するまでパリ市は20年かけてやりましたっていうのは、いろいろ政府からの反対とかいろいろありまして、20年かけて実現しました。And so the new mayor of Paris, Madame Anne Hidalgo, who was elected in 2014, the first time, she made little changes, and she was re-elected in 2020, and now she's making very radical changes. Because we have to face climate change. それで2014年に新しい市長のアニー・ダルゴ市長に変わりまして、で、その頃から少しずつ変えてきたんですが、また彼女が2020年の市長選にまた選ばれまして、で、それから2020年からは本当に画期的にどんどん変革しています。So this is the second main road crossing Paris, north-south this time, Boulevard Sébastopol, in really the center. And you see in 2010, there was 3 lanes for cars and 1 lane for buses, taxi, or bicycle. Today, there is only 2 lanes for cars, 1 for, on the right-hand side, we don't see, for bicycle and buses. And on the left-hand side, a full lane for bicycle. This year, this thing was done in 2022, I think. And now, on this road, there's more bicycle every day than cars. これはセバストポール通りと言いまして、パリの主要な北から南まで通っている道なんですが、ここも、工事前は4車線、4車線あったのが、その一つと自分は公共交通用ですね。それが2車線と、あと公共交通用の3車線に減らしまして、で、あと、バイシクルレーンを入れました。で、今は、車の量よりも、サイクリストの量の方が増えてます。And it means that the radical change has started just after Corona because people were using a lot more bicycle. So the city said, okay, this time we can really do it. So let's do it. で特に変化があったのがコロナウイルスの後でコロナの後からサイクリストがかなり増えました。So this is the other example. We saw Nation Square before. So this is Republic Square in 2008. So you see the statue, and it used to be a huge roundabout for cars with 2 spaces. It's the main square in France for riots and revolution. So it's very important. It's pedestrian many times in the year, but before it was only for cars. So they had to stop traffic to make protest. で、ここは共和国広場なんですが、ここはパリでデモに使われることが多い場所なんですが、以前は2つスペースがあって、あと大きな
ラウンドアバウト状態だったんですよ。で、デモがあるたびに、車線規制して車を通行止めにしてデモをやってたんですが、So in 2012 or 8 and 2014, there was a project. It's done now. It's called by a studio called TVK, and they made a huge pedestrian square, perfect to make a protest, but also for daily use. Like there is a cafe, there's a water fountain, there's places for kids to play, there's places for skateboarding, and many people use this place, and it used to be 70% before only for cars, and now it's 70% only for pedestrians. So it's total change. でこれは2014年ぐらいに完成した写真なんですが、車の通行を大変革して、ほとんどが歩道用になってまして、で、それはデモ用と、あと、日中でも皆さんが使える空間ということで、スケートパークがあったりとか、カフェがあったりとか、あと噴水ですね。床が池みたいになってる噴水があったりとかして、かなり使われておりまして、以前、工事前は交通量と歩行者を比較したときに 70% 車だったんですが、今は歩行者が 70% と逆転している状態です。And the last example on public space is the transformation of the very small local streets. There are many examples of this called Rue des Écoles. So it's streets where there are schools for children. There is a school here. And the city decided in 2020 during the election that the 160 school giving on the streets, the street in front of the school would be pedestrian. And the city started now, like 2 years ago, starting works. So making transformation to make those streets, this is the same school, pedestrians with more trees, vegetation, spaces for bicycle and also for pedestrian. So now in 2 years time, the city made less than 60 streets, transformed less than 60 streets, which is a lot. And since until 2026, the city would achieve the 160 streets the mayor promised to make pedestrian. これは先ほど紹介もあった学校の道という学校のここが学校なんですが、学校のある道を小さい改革なんですが、歩行者にしようと。で、これは2020年の選挙の時の政策だったんですが、その2年間の間に60個の道がもう、こういうふう60個の道で工事が行われてて、車を本当に除去して通行止めにして自転車とあと緑地化したり、あと舗装の素材を熱を抑える、ヒート現象を抑える舗装になったりして、60個こういうふうになってます。で、政策的には2026年までに160個の学校の道を完成することです。So it means also in the transformation, as you've seen in France or in all cities, there's no parking underneath the buildings. So there's parking spaces in the streets. And the way how to reduce also traffic is to take away places where you can park because there's good public transport. So for example, in the 1980s, like 50% of the families in Paris had a car. In 2000, only 40% had a car. And today, only 30% of the families has a car. So it means 7 families over 10 doesn't have a car anymore. これでご覧になられたように、駐車場スペースが排除されたわけですけれども、1980年は、パリではだいたい半数の世帯が車を所有してたんですが、2000年になると
40% まで減少して、現在では 30% くらいまで減少しています。っていうのは、パリは、もともと規模も小さいんですが、公共交通がかなり発達しています。の理由です。So it means those transformations which are very radical. Sometimes on the main squares, you have to convince population that you should change things. In some areas, it's very easy when you make a small pedestrian street. Every people living on the streets, they have less noise, so they're very happy. But on the main squares, there are a lot of debates on the cities. So one way of convincing people is using tactic urbanism to test and to convince people. So we'll give you one example. それでこういう改革をしていくときに、小さい道路なんかは、住民の方も車が少なくなって、騒音が減ったりしてて、結構簡単にできるんですが、共和国広場のような大きい場所になると、いろんな人のいろんな意見があるわけですよ。で、それでいろいろ、それを実現するためにやるのに、タクティックウルバニズムっていうのがあるんですけど、それ戦術的都市計画って訳してしまったんですが、とりあえず実験してみて、皆さんで検証して、一緒に納得して決めようっていう方法です。それの、例をこれからご説明します。So this example is in the close suburb of Paris, in the city of Montreuil, an area called Croix-de-Chavaux. And in 2016, there was a roundabout, almost the same as Republic Square, 4 times smaller, but still big. これは、パリのすぐ横の、モントロイユ市というところの、クロアデシャボーっていう交差点なんですが、2016年に、ちょうど共和国広場状態で大きなラウンドアバウトだったんですよね。大きさ的には共和国広場よりも4分の1ぐらいなんですが、こういうラウンドアバウト状態になっていました。And so the city asked us how could we make people accepting the transformation of this roundabout into a square. And also the roundabout is very large because many streets arrive, so many cars arrive on the roundabout. And if more cars arrive, the larger the roundabout has to be. So we knew we had to reduce the numbers of cars arriving on the roundabout. それで、市は、このラウンドアバウトを広場にしようということで、仕事の依頼を受けまして、で、とにかく車の交通量が多いと。で、なぜかというと、このラウンドアバウトに入ってくる道の数が多い。そうすると車の量も増えてしまうという。And this area, of course, is in the city center with metro station, buses, but also lots of shops. And the shops want to have car because they think people come to shop with car. So we had we had to make a method to talk with people. ここは市の中心側にありまして、メトロの駅と、あとバスステーションなんかもあるんですが、あとショッピングセンターなどもあるので、ショッピングセンターって言うとやっぱり車で来る買い物客が多いので、いろんな方とやっぱり対話しなきゃいけないわけですよ。So we worked during 3 years between 2016 and 2019, and we made scenarios like everyone does, but we made them in a very participatory way with the population. で2016年から2019年の間の3年間の間に、住民と話し合ったんですが、4つのシナリオを提案して話し合いました。So in the method, you have to, because we are good scientists and we know everything and people don't know anything, we decided in the city to share everything with these people. So we had a website, the city had a website where every technical income, car traffic, everything was on the website. So the people could check and control everything we were saying.
それで、住民と話をするときに、住民というのは専門家ではないので、市と話し合って全部、情報をシェアしようということで、ウェブサイトを立ち上げまして、そこに全部のデータを入れて公開しました。And we made 3 or 4 workshops every year with the population talking about the project. 毎年3回から4回ぐらいを住民含めてワークショップを開いて議論しました。So we made 4 scenarios, as you see. One is to enlarge the central center of the roundabout. The second one is enlarging the pavements. The third one is making the north side pedestrian. And the last one was to make the far side pedestrian. それで提案した4つのシナリオなんですが、いろんなパターンがあって、真ん中の広場を大きくするのか、こちら側とこちら側と大きくするのか、こちら側から大きくするのか、いろんなパターンがあります。その4つの案を話し合いました。And we made those scenarios maybe when we started working after 2 or 3 months, and we worked during 3 years with population, talking about the effect of each scenarios. We didn't choose the scenarios, even if we all, the technical person, preferred scenario number 4. We never said it to people. それで私たち専門家チームはこの案が一番いいと思ってたんですが、それは言わなくて住民の方に議論してもらうということで進めてきました。So it means that the city also made very fine with very good engineers traffic counting. And we made videos of the cars moving on each scenario and to talk with people on what's the effect of the scenario on the traffic jam, of course. それで市が車の交通状況なんかを映像に残して、で渋滞状況なんかをそのシナリオごとにシミュレーションして全部公開しました。And we were talking about the results during the workshop, but also everything was always on the internet. で、ワークショップの時に話し合ったものはもう全部情報公開しています。So as you see in every scenario, there's same points. One is to, as I told you, we have to reduce the number of cars arriving on the roundabout. So one was to close one parking giving on the square, and the other one is there is a 2-lane road. Oh, sorry. Arriving to, going and arriving to a motorway, and we know there was not so much traffic, so we said we should close this road, which was a very strong effect. So, 4つのシナリオの中で共通なのが、ここの道路を閉めてしまうということ。あと、ここの道路は、ハイウェイに続く道なので、交通量が多いんですが、そこも閉めてしまう。So we decided with the city in the summer 2017 to close temporarily the parking space, which is very important for people, and to show them that life could be better without this parking space. 2017年に市と話し合って、じゃあここパーキングスペースになってたんですが、ここを閉めて実験してみようということになりました。So during this summer, we just made a very temporary use of the parking space we closed for July, June, and September for 2.5 months, and we make very cheap and temporary use of the public space, mainly dedicated to children, like with the bicycle lane where they could learn to ride bicycle, basketball pitch, everything for people because there is no public space in this city, in this no green space. で、2027年に実験やったときに、2ヶ月半、期間限定で、このパーキングロットを閉めてやったんですが、で、ここの地区は公共のスペースがほとんどないところで、子供のための、施設を作ろうということでお金もなかったので、
サイクリングライン作ったりとか、バスケットゴール作ったりとか、コンサートできるようなところとか、とても安いものを一時的だったもので作って、実験にしました。So this is some image of the public space. You see, it's very cheap because the engagement that if the space wasn't in use enough, and the city asked the people, or the whole city, not just the neighborhood, to vote in September, saying, do you want the parking back, or do you want to keep those uses? So after summer, people voted to keep those uses. それでご覧いただけるように設備としては本当にチープなもので、っていうか、その後9月に、住民投票をやったのですよ。ここら辺の住民だけじゃなくて市民全体なんですけど、住民投票をやって、このままパーキングスペースを閉めたままにするのか、それともまたパーキングスペースに戻すのかということで、また戻せる状態のものです。So, this was the first year, 2017. In the year afterwards, we worked on the 2 lanes going to the highway, closing 1 lane. This was difficult because there were buses coming from the RATP, public transport company. So we had to test how the buses would work, and we wanted to close these 2 lanes going to the highway into 1 lane, and to make large public space, because the person in the shops, in the commercial center, they didn't want the scenario number 4, because they were saying everyone would be on the south side of the square. If you remember this scenario, everyone would go on the side, and this space is not big enough. And we thought it's big enough, but we had to show them that it could work this way. So during summer 2017, we closed this part like this. You see this is the lane resting. There were lanes going up and lane going down. So we made lanes there. And we made pedestrian things here with the drawings with the people from the kindergarten, with the kids. And we made also very cheap bicycle lanes, very strong bicycle lanes, to test if there are use for them. It was in 2018, so before Corona and everything. で、2018年に、先ほど忘れてしまったんだけど、それで9月に、パーキングロットの閉鎖の時に、住民投票をやった時に、それで住民が閉鎖に投票しました。で、2018年に、じゃあ北側も実験をしてみようということで、でも北側は結構問題点がかなり多いところで、まずバスが通っているので、公共交通公団と一緒に、交通状態を実験していかなきゃいけなかったのと、あとショッピングセンターの人たちは、こっちの広場が大きい方が人が来ると思ったんで、こっちを広げる案にしたわかったですよ。こっちが、これだと狭すぎると。それで、期間限定でまた、夏に閉めました。で、今回の実験もかなりチープなもので、サイクリングレーンも作ったんですが、全部ペンキですね、安いの。で、あと、緑が少ないっていうことを、前の実験で、学習していたので、地区の保育園の子供たちに書いてもらった自然のものを、パターンを印刷して全部歩行者天国にしました。And as you see, everything is very easy going, because at the end of summer, if the people didn't like what was in use, we could take everything away, which is very important. それでまたなぜこうやってチープなのかというと、この実験後に住民が反対に投票したらまた元に戻さなきゃいけないので、全部取り外る設備になってます。So, like for example, like the traffic lights, we just put a cover on them. We didn't take them away. We just put a cover when they were not in use. 例えばこの
道の車を通行止めにした道なんかは、信号などは取り外さずに、信号のところにカバーかけただけです。And at the end of summer, people voted again and they decided to keep this. でまた秋にこの秋に投票したときに、住民は、このままキープする案に賛成しました。So it means that at the end of, during 3 years, we worked with people. And when we made the first workshop, we had maybe 20% coming to the workshop. And the last workshop, where before voting, we had maybe 250% coming. So people coming were more and more interested because changing was arriving also. それで3年間の間にワークショップやったんですが、初めのワークショップは20人ぐらいしか参加してくれなかったんですが、だんだん変化を見ていくうちに参加人数が増えてきて、最後のワークショップの250人ぐらいの参加者がいました。And then after we finished all the studies, we asked people to vote for one scenario. So there was almost 3,000. It's a city of 100,000 inhabitants, and there were mainly, I don't remember exactly, between 3,000 and 4,000 people who voted to choose some project. And the project which was chosen was the scenario number 4, this one, and making the space 40%, 80% pedestrian. それでモントレー市っていうのは大体10万人ぐらいの人口があるんですが、で最終的にシナリオの住民投票がありまして、で4つあったシナリオのうちに4番目のシナリオですね。専門家チームをやりたかったシナリオなんですが、それに皆さん投票をいただきました。それで投票のもう半分、住民の半数ぐらいですね。4万人ぐらいが投票して。And so it means that now the city is starting the real transformation, definitive one, and the works are starting in summer next year. So it took 5 years since the decision for the city to starting work, but now it's going to be done. それでこれはなんていうのかな。計画案のベースであって、これから実際に最終的な工事が始まります。で最終的に書いてあるように 80% の広場が紅茶の広場になります。And we are still working on the project. In next week, we'll have a workshop with the inhabitants to decide what we should do on these spaces because we didn't program it before. それで、今また実際の工事の事業に関わってるんですが、来週また住民の方と、ワークショップをやって、ここの広場をどうやって使うのかというのを一緒に考えようということになっています。Okay. So this is a method how to discuss with people. So second theme. それでこれがどうやって住民と一緒に協議していくかっていうので、例でした。So the second theme was the local regulation plan, bioclimatic urban plan, which was made, of course, by the city of Paris with the help of APUR. And we were advisors for the city. So we worked a lot. APUR worked on diagnostic mainly, and we worked about which new rules we should introduce. これから新しい都市計画の話をするんですが、これはもちろんパリ市のがメインでやった仕事なんですが、それでアピューっていうパリ市の都市計画研究所みたいなところですね。が主にアナリスト、現象か。をやったりとか、検証をやって、うちの事務所は、どうやって新しいルールを加えていくのかということで、共同作業で作りました。And of course, all the rules we proposed were checked by the city technical and also by APUR, of course. あと、新しいルールも提案した中でも、それを、APURが
検証してもらったり、市とアピュールが検証して、まとめたものです。So the main objective of the PLU was to adapt the city to climate change and really adapt the city to climate change, not doing little things, making very good, very strong transformation, and at the same time remaining a city accessible, which is very important to the greater number of citizens. It means also allowing construction and especially transformation of building. So it didn't mean we want to make only a green city. Of course, we want to make it, but we also have to accept people coming to the city because the center of the metropolis it has to be attractive, not for tourists only, also for citizens. で、主な新都市改革法の目的なんですが、それはもちろん気候変動に街を適応させるためなんですけれども、やっぱりパリは首都で大きな街なんですが、それが観光客専用の街になってはいけないと、できるだけ多くの人々が住み続けていることが可能な街であり続けるべきで、だから緑地だけを開発するんではなくて、建物も作り続けていかなきゃいけないと、そういう総合な計画です。So in the history of the city of Paris, since ever, the rule which was giving the main rule for construction was the distance between the building. If you go higher, the distance has to be larger. But if you make it narrow, it can be lower. And you have some, and this has been on rule since the 16th century. So it means the percentage of green space or free space is only the result of what you build. それで、パリの街の出来方なんですが、ちょっと説明加えちゃうけど、今、パリの街、今の街っていうのは大体オスマン市長が改革したところなんですけど、今までの、パリの作り方っていうのは、建物と建物の間の距離っていうのは最高とあと、通気ですね。のために、建物と建物の間のディスタンスが決められて、で、緑地は残り物的な結果だったわけですよ。So the city now decided that the percentage of free space, the result between the building, will be the main rule. So we'll start by the size of the land, and if you have a small piece of land, you have to make a small piece of free space. If the land is very large, you have to make large free space. So the city inverted the rules. で、これからこの計画が変わるところが、今まではフリースペースっていうのが残り物だったのが、それがもう計画時点でその土地に対してどれだけのフリースペースを残さなきゃいけないっていうことがメインのルールになって、それに沿って建物が作られる形になります。で、それも割合も小さい土地と大きい土地と、それによって、割合が決められています。So it means that in the city, in the next years, we will build less on the ground. This is very important and giving space to nature. で、それをどういう意味をするかっていうと、空き地フリースペースが多くなるために、その更地に建物を作る割合が減ることになります。Oh, sorry. So also the other second objective is how to allow people to come to the city. So at the same time, the city didn't want to lose too much constructibility in the city. So on the widest roads, the city is now allowing to make the buildings higher than before. Not very high, but a little higher than before. And also related to carbon use and climate change, the city is now, the priority is to transform buildings and not to build new buildings. So now the city is also giving bonus of constructibility if you make elevation of existing building.
If you destroy the building, you get some rights, but if you keep your building, you get more rights than making new buildings. それで、町が、町であり続けるために、建設の可能性を失っちゃいけないわけですよ。それで、どうやって、フリースペースが増えるんだけども、どうやって建築の可能性を残すというと、町の幅の広い道路には、高さ制限を緩和して、もっと高い建物が建てられると。あと、脱炭素が主目的なんですが、で、既存の建物を取り崩して建て替えるのではなくて、その自然の、既存の建物を有効活用していくと。で、それで有効活用する場合には、高さ制限を超えて、ボーナスが与えられて、もう少し建てられるようになってます。So I'll give, a few examples. Now, so this is an example of a 103,000 square meter lot, piece of land. So before, in the regulation, actual regulation, you had the result of construction was 34% of free space and only 20% of green space. So the new regulation now allows you to go a little higher and to reduce, to reduce the height really strongly on the inside the lot, on the courtyard or garden, and you have to make a real garden. And this is the main rule on the garden. So on this size of land, before you were making only 20% of green ground, now you're making 43% of green ground. で、これが、1300平米の土地の実例なんですが、現行の都市計画法で立っているのかなという感じなんですね。それがどういうふうに変わるかというと、道に沿っては建てられるけども、コートヤード側、裏側の道の奥の方、土地の奥の方は建物が、あまり建てられなくなると。で、それも、フリースペースを増やして、グリーン緑地化するためです。で、それで、今までの現行なものだと 34% ぐらいしかフリースペースがなくて、そのうちに 20% ぐらいが緑地化されてたんですけれども、それが 43% 緑地化できるようになります。It means also before you could build in the center of the lot here, making two little courtyard, and now you cannot do it anymore. You have to build on the side to make a central garden. 以前のものだと、土地の奥の方に真ん中に建てて、小さな緑地っていう感じでできたんですけども、なるだけ多くの緑地のマスを作るために、隣の建物に寄り添って真ん中になるべく大きな緑地を取るように指導されています。So it means on more than 1,000 square meter, it doubled. Another example on a 3,000 square meter lot. This is an existing project which was just built. On this one, you had 15% of green ground. You can see here and here. In the next regulation, you'll have 55% of green ground. Not 15, 55. で、これは3000平米の実例で建っている建物なんですが、それが、新しい計画を立てると、緑地のスペースが 15% だったのが、55% のほど緑地化されます。But on this example, there is a loss of constructibility of 40%, which is very high, but this is life. それでこの、新しい計画法によると、今建っている建物よりも 40% ほど建てられなくなるんですが、でもそれは、そういうことになっています。Sometimes the landowner will earn more money, sometimes they will lose. This is how it works. で、土地の持ち主が金儲けする場合もあるし、お金を損する場合もありますね。So this is a land regulation on streets. In black, it's the actual regulation. So you see on narrow streets, the new regulation in red allows you to make 1 story lower. And on large street, wide street, you can make
one story higher than before, or even sometimes 2 stories higher than before. This is a big change. それで高さ制限のですね、現行とあと新しい都市計画を比べてみると、狭い道路だと1階分ぐらい低く立っていることしかできないんですが、広い道は1階分か2階分高く建てられるところもあります。Because on small streets, you need light in the first floor to live correctly. And on the large street, because the street is large, on the first floor, you still already have light. So you can go higher. これも光の最高の加減で高さ制限になっています。Okay, this is what studies from Apure. Another rule we created that to give bonus for transformation. If you have an existing building on the left, if you destroy the building, the new regulation, like for example, will give you the right to build 1, 2, 3, one more story. And we decided, or the city decided, that if you keep the building and you transform it, you don't have the right to make 4 stories, but you have the right to make 5 stories. So this was to encourage the people not to destroy the city, but to renovate and less carbon, transforming the city. で、これは既存活用ボーナスなんですけども、既存の建物の4層ですね。あるものが、それを取り崩して壊した場合は、5層しかできないのが、既存の建物を活用した場合に、1フロア分のボーナスができて、活用できます。So the city is allowing every property to get higher than 1 story on street. So this is a very small transformation on every building, but giving lots of right in the whole city of transformation. それでこのボーナスっていうのはもちろん脱炭素が目的でありまして、取り崩して建てる場合と有効活用した場合と、二酸化炭素の排出が全く違うので。And one more example, the last one for the Pellieu is in modern areas, like on the top floor where you have great social housing or private property with some green spaces. Nowadays, you can build buildings around on the streets, and you can also destroy all the green lands. So the new regulation, you see there's 24% of green ground on this example, and the new regulation, now you have to make 60% on green ground on the big pieces of land, more than 3,500 square meter. And also the city on this modern building, which are building concrete, didn't want to lose constructability, of course. So the city on those modern buildings, so there's like 6,000 lots of modern buildings in the city that the city checked with Apure. On those ones, you can add 3 stories on every building. So like in this example, you can add 30% of constructability. So just making building higher, you get more green space and you get more constructability than just on the streets. これは4000平米以上の土地で、近代的な街並みの実際の例なんですが、もともとこの建物っていうのは大体コンクリで作られているモダンな建物で、現行だとこの辺に新しい建物を建設できるんですが、新しいものだともう建設不可と。その代わりに、建に対して増築は可能ということで、グリーンスペースの違いが今まで24% しかグリーンスペースなかったのが、これからは3500平米以上の土地に対しては 60% の緑地化の義務ができます。あと、増築ボーナスですが、既存建物活用ですね。で、その増築ボーナスで、この新しく建物を建てるよりも、建設可能面積が 30% ほど、この例に対してはアップしています。Okay, so the last example, like the main transformation in the cities is of course the urban regulation. In Paris,
which is a very historical city, only 0.6% of every piece of land is changing every year. So 0.6%. So the city is transforming, not like in Japan where you destroy and rebuild in a process all the time. We keep things for a long time. So it means the urban regulation is very, very important. But the transformation is going to be very slow, of course. で、これから実際にやった3番サンポール、旧病院の再開発事業の話しますが、パリの場合は日本と違って、全面積に対して、0.6% ぐらいが、建物が建ったりとか崩したりとか、そういうことで変化があって、日本のように大開発事業とかそういうのがすごく少ないところなんですね。So it means on some pieces of ground or where there are strong transformation, where the city is giving special rule, the city has to give more example, be even better than in the whole city, because it's the main transformation on the city on some areas. So I'll give you example of Sebastian Paul. である大きな再開発事業区画がある場合には、パリは都市計画法もありますけど、そこの区画に対して優秀モデルを見せるためにそこに対しての都市計画法を作ったりします。でそれがこの例です。So this used to be a old hospital that we had to transform, and and of course. We had a program how to like some square meters to build, and we wanted to transform the city also this area with the inhabitants, and we wanted also to make a process how to transform, not radical, you destroy and you build. We wanted something more like a city transformation. So we made lots of diagrams saying how we should transform the area. We transform the area with the existing building, mainly, like building some new ones, yeah, but also keeping 60% of the existing building, or okay, it's 60, but it doesn't matter. Let's say 80% of the existing building, and transforming every building in the way we could do it. And also making all this area was parking lot, so making just a very narrow road for pedestrian, only pedestrian, and giving lots of green spaces. Sorry. So this is some image of the temporary use of the area, and so this is the main road in the area. It's very narrow, but we wanted to have it very narrow. And as you see, there's no pavement, there's no difference for cars and bicycle. Everything, or the whole spaces is shared, and the cars also will go very slowly. And there's green spaces almost everywhere. This is the central area of this hospital. And so this is before and afterwards. So you see, we are building some new buildings, and we are also making additions and transforming some very old, interesting buildings. So it's a mixture of everything. And you see all the public space is transformed to be green areas. We'll plant lots of trees. So this is it used to be in 2019. Now it's under works. And this is how it's going to be in 2026. And the last thing to conclude is, of course, in those kind of areas, we have to be very radical in the transformation. And if you compare the different times of those kind of transforming areas, we are building 600 houses in this case. In 1980s, under like the Chirac, when Jacques Chirac was mayor of Paris, 600 houses means 600 car space, one car for each house. In year 2001, when Delanoë came, regulation system changed, and we have 600 houses, 600 private and
300 private and 300 affordable housing. The regulation changed, and you don't need it in 2000 to make any parking space for public housing. So for 600 housing in this area, you would need 300 parking space. Nowadays, we still build 600 houses, but we only make 60 parking space. So there's only 60 parking space for the whole area, for private, public, and also lots of activities and commercials, and there's a new museum and everything. So it means there's a parking space on 3 stories only under this building. So every car space is shared, and it means every courtyard, everything is a garden. This one, it's the school yard or court inside, and this part is not green because there's a gymnasium underneath, but the rest everywhere is green. So this was my conclusion. So to make long transformation, you have to change the whole city process, like public space, urban regulation, and of course in areas where there's public invest or public specific regulation, the city has to be even better than everyone. And thank you very much. 時間がないので、ちょっと最後のところだけ訳しておきますが、ここ600件の住宅が入ってるんですが、プライベート分譲住宅と、あとソーシャルハウスですね。で、1980年代、白区が市長だった時は、600件に対して駐車場600個分の駐車場を建てる必要があったんですが、それが2000年になってデラノエ市長に変わったときに、ソーシャルハウスに対しては駐車場建設の義務がなくなったんで、300個分の駐車場の建設が必要になったんですけども、現在ここの地区で駐車場の作る数っていうのは60個だけで、それが公共施設、入ってる公共施設だとか住民とかで全部共有されています。で、区画の中はとりあえず歩行者優先なんですが、もちろん緊急車両とかいろいろ入ってくるんですが、それが歩行者と車と共有する空間になっています。ありがとうございました。Thank you for inviting us. Thank you for welcome. And thank you, Yannick and Tomoko. It's perfect presentation. Thank you very much. ベルトランドありがとうございました。皆様、よろしければ拍手の方お願いします。はい、では、これより登壇者から講演者への質疑の時間に移ります。では、まず山口先生からご質問をお願いできますでしょうか。はい。たくさん聞きたいことがあるんですけれども、少しまず最初2つぐらい絞って聞きたいと思います。1つ目が、最初のリゴリ通りのお話の時に、空間再編、20年かけて、議論してきたという話でしたけれども、近年、急に、状況が変化した理由といいますか、そのあたりの、政治家とか行政とか市民とかの空気感といいますか、このプロジェクトに対してもそうですし、気候変動適用に対しても、なぜ最近、劇的にプロジェクトが進むのかといったところ、どういうふうにお感じになられているのかといったところを、感想を教えていただければと思います。お願いします。ごめんなさい。あまりよく聞こえないんですけど、リボリ通りの20年。ごめんなさい。声聞こえない。すいません。先ほどチャットの方にも、ちょっと送らせていただきましたので、それちょっと見ていただいて、一つ目の質問になります。見えますか？チャット見えますか？全員に送ってください。全員に送る人は今、声聞こえますか？声聞こえます。
最近どうしてそんなにこう、今まで議論してきたことが急に進むようになったのかという、空気感というか、どういうふうにお感じになられてるかというと、率直なところを教えていただければ。Okay. Rivoli was the first real changes of politics about transport. So when the city made the first bus lane on Rue de Rivoli in 2001 or 2003, there were protests from the people neighborhood, really strong protests. So, but the city maintained it, and it was a very strong protest. And now today, also there was Corona. Climate change in the city is very strong, like in some parts of the city, like Republic Square, before transforming on a summer day, if you take temperature on the floor, it's 60 degrees on the floor. So now, if you have children, you know that if you have pets, if you have elderly people, everyone has to suffer from the heat wave. So now everyone is convinced that the heat wave is a real problem. And maybe some politicians would say we can always face it by air conditioning or whatsoever, but it doesn't change much. So the city also, the mayor of the city is also elected with the Green Party votes, and they're becoming more and more important. People are more and more convinced that they have to change something. And also, since Corona, lots of young workers or students who used to come every year to Paris, they don't want to come anymore. So they're going to in small cities in France where they would maybe earn less money, but they have a better life. So if the whole metropolis wants to be attractive, it has to change. So there's no way for the mayor of Paris. She was very courageous, actually, but she decided that we have to change. And people are accepting those changements. リボリ通り20年ぐらいかかったんですが、まず町がバスレーンを2001年ぐらいに変えたときに、すごい住民のプロテストがあったんですね。住民の反対運動があったんですよ。それでも市は強制的に実現したんですけれども、で、その後に、住民意識が、とにかく変わってきたことがあると、まず、道路の表面が60度ぐらいになったりしても、住民みんなが、気候変動に対して何かをしなければいけないっていうのを、体で分かっていることと、あと、パリと、あと、この県ですね、大都市全部合わせて、コロナ以降には、若者がもうパリに来ないと。あと、働いてた若者が、より良い環境を求めて地方に離れてしまうと。それでは都市としては成り立たないので、もう、これはやるしかないっていう、市と県の決意ですね。And also, for example, in Saint-Vincent-de-Paul, when I say there's 60 car spaces shared by everyone, it means in this area, which is a very wealthy area in the city, one of the richest area in the city, some people will buy maybe the most expensive top floor on the market in the city. They accept not to have parking space. Maybe 10 years ago would be impossible. Today it's acceptable even for very, very rich people. あと、住民の意識の変化でもう一つあるんですが、サンバサンポールの例で話したように、600軒に対して60個しか駐車スペースないんですよ。で、その600個の中にももうパリで一番高いんじゃないくらい、ないんじゃないかってぐらいオークションもあるわけですが、そういう富裕層の方も、駐車場なくてもいいと。
それから駐車場が遠くてもいいって、そういう意識の変化はかなりあります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。では次に三好様よりご質問をお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございました。私の方から、まちづくりの担い手について、パリでのどうなっているかをお聞きしたいと思っています。特にアメリカではですね、ビジネスインプルーブメントディストリクト BID という形で、地域のまちづくり団体と機能をしていると。ヨーロッパでもイギリスなどとかドイツでも BID が機能しています。で、大阪では我々今、千葉クラブといった形で、エリアマネジメント団体が行政と官民連携してまちづくりを進めているわけですけれども、先ほどのご説明では住民の意見を聞きながら、戦略的な社会実験を積み重ねてまちづくりをされているというお話もありましたけれども、パリの場合の地域のまちづくりを担うような組織であったり、団体といったものが、どんなふうに機能しているのか、役割を担っているのかについて少し教えていただけないかと思います。Okay. In France, the association for the areas, actually the public services are very strong. So association, they were not very active before, and nowadays they're becoming more and more active. But they mainly talk about how to talk about the transformation of the city, like public space or areas like Saint-Vincent-Paul. They didn't really they didn't talk much about daily use, and now people in the city are more and more engaged how you live in the city, because it's becoming tough some days to live in the city. So now even in Saint-Vincent-Paul, there are associations around, and we are creating an association for the neighborhood, a very large association, and it's one of the first times in France, the association will take care of public space, maybe some agriculture, urban land in the project and everything. So France is a tradition of Latin country, not of Anglo-Saxon, where there's community participation. This is not our tradition. Our tradition is public and private. And now it's becoming more mixed, and people get more and more involved on their areas and also daily use of areas. Before, it wasn't very strong. I know in Japan, there's associations are very active. In France, it's really starting, but it's starting also in a good way how to improve the city. フランスの場合では、まずまちづくりに対して、とにかく行政が介入、行政がやりますね。で、アソシエーション、地域に対してアソシエーションとかもあるんだけれども、その住民参加型で、意見を出したり、そういう感じですかね。それで、町の方も今まで町づくりに対して、とにかく、日常生活とかあまり意識してなかったんですけども、それが、もうちょっと大切なことだから、町づくりに反映していこうということで、それで、一緒に地域のアソシエーションと一緒に働いて、例えば、農業スペースを作って、そこを任せて手入れさせてもらったりとかするようになっています。ただ、フランスの場合は、文化的にラテンカルチャーなんで、コミュニティっていうものがあまり存在しなかったんですね。で、それが今、コミュニティにもともとアングロサクソン系の文化で、それがだんだん、そういうコミュニティっていうのが発達しているような感じです。Maybe I have to add something. Before in France or in main cities, there were only a lot of association, not of neighborhood inhabitants, but of shops and enterprise. They were the only very strong association in France. And usually
not all of them, but most of them, used to complain about the public politics of the city of Paris. Like, you are reducing cars, so we are going to lose clients. I can't rent my office if I don't have enough car space and everything. This was maybe for 50 years, like talks like this. You cannot change too much. You have to add more car. You have to make the city accessible for car, even if people didn't have a car. But this was the way they were working. And since Corona, everything changed, because in the main districts, business districts, like in La Défense, people now, they don't want to work there anymore. They just want to be they want to work from home on computer. They don't want to go in the office tower anymore. So those areas, they're getting empty, actually, really empty. So now all those areas, like business area, they are transforming, and the investors say we have to make some mixed city, like with housing and offices. And before it was like business, like you have to, where there's business, you have to add business. And now, even in those very strong areas, everyone understand that the city, mixed city, is much better. It's more balanced, and so even the strong association, like those ones, they are changing nowadays. And also, like, people don't want to go in the office, but also in the shops, where the salary of the sellers is very low. They can access to the city because the city is too expensive. So they think, why should I pay a very expensive rent and have a rubbish work? I like better working in a small city and earn less money. So everyone now is changing. Even like before, there was strong opposition between commercial and business and inhabitants. Now everyone works really together, and this is the main change, that everyone is understanding that the city has to be transformed and becoming more mixed, more pedestrian. We have to give more public facilities to keep it attractive. それでフランスにはもともと商業とか商業とか企業のアソシエーションがすごく力を持ってて、その方たちがパリに対して、着用性のために元駐車場を作れとか、パーキングスペースを作れとか、あと、配達スペースを作れとか、かなり要望があって、それに沿って街ができてたような感じなんですが、それがコロナがあってから全く変わって、リモートワークが多くなって、いわゆるビジネスディストリクトですよね。デファンスなんかも、空室が増えて、街がなんか空っぽになってきている。で、それでそのアソシエーションの方たちも、企業のアソシエーションの方たちもこれではダメだと。で、住宅とか、オフィスとかいろいろミックスしていかなきゃいけないと。で、あと、若者のパリからの脱出の件もありまして、給料も安いし、家賃も高いし、だったら地方に行こうということで流出があるわけですよ。それも食い止めるために、それで今では、その企業とか商業のアソシエーションと、あと住民のアソシエーションが一緒に、一緒に働くとか研究するようになりました。ありがとうございます。大変充実した質疑で時間となっているところ、誠に恐縮ですが、お時間となりましたので、ここで質問を締め切らせていただきたいと思います。ありがとうございます。ヤニックとともこに改めて大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします。ありがとうございました。Stay here. スペ先生より本校委員会の総括及び閉会の挨拶をいただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日の全体の感想としては、パリにおけます事例というのがですね、新しい都市計画の、未来を示しているんだというふうに感じました。遡れば、19世紀後半にオスマンがパリを大改造したというときは、コレラが世界的に、感染症が世界中にパンデミックになったがゆえに、
パリは新しい都市の姿を示した、ですね。でちょうど同じ頃、日本の都市もこれらの感染症で街を改造した。大きなミッションは都市衛生という観点からですね、街を変えたんですね。で、ただパリの改造は表通りは非常に美しい大通りにしましたが、ジークフリート・ギーデオンという建築家が、裏通りは衣装棚のごとくひどい乱雑なままに残したというふうなことも、言っています。ただ19世紀後半のパリの感染症による、オスマンの大改造と続いて21世紀の初めにコロナの世界的なパンデミックおよび気候変動の中でですね、新しいパリの大改造が進んでいるんだなということを感じます。で、我々も日本においてもですね、世界的な環境、気候変動というのは感じていますが、それがまだ都市計画の上位概念には、なっていないということをまた改めて、彼に学びました。あと、まだ、既存の建物をどれだけ残しながら街を作るのかということもですね、パリでは前提になっておりますが、我々は、やはり、スクラップ&ビルドをですね、している部分がまだまだあるのかなということも、思います。で、最終的な考えされた、すごく私が思い立った点は、手段と目的というところかなと思います。我々は自動車中心の都心を後者中心都心にするためにウォーカブルな街づくりというふうに日本では、でも言っていますけれども、それは手段と目的が実は非常に近い。パリの場合は、気候変動に対応するという目的のために、手段としてウォーカブルな街づくりをしているんだというところがですね、違う、次元での、事例証明があったという点が非常に印象的でありました。今日の講演の、我々もですね、学ばせていただいて、次の、大阪の、都心のですね、での街づくりに生かしてまいりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。先生、ありがとうございました。次回第3回目は11月10日に会場及びオンライン配信のハイブリッド形式で実施を予定しております。なお、会場は大阪中央フリーセンターを予定しており、ゲストは山崎亮氏の予定です。詳しくは改めて E メール及び PTX にて告知させていただく予定です。なお、最後に本のご紹介をさせていただきます。今回、橋爪真先生が執筆されました都市大阪の戦後史が山川出版社より新刊発行されました。長きにわたり都市計画関連の資料や大阪市の広報媒体、建築の竣工写真庁など各種の協議会に所属し、資料作成や保存活動に携わる橋爪先生ならではの書籍となります。どうぞこの機会にご一読ください。よろしくお願いいたします。絶賛発売中。パンデミックが世界の都市を変えるという今日はお話だったかと思いますが、繊細のですね、街を大胆に変えるきっかけであったということで、我々大阪も焼け野原から復興してきて、現状にあります。また、戦争がない世界を願うんですけども、復興というキーワードでですね、都市計画も、見直すことがあるかと思いますので、絶賛発売中です。よろしくお願いします。ありがとうございます。では本日の CCT 船場まちづくりセミナー第2回目はこちらにて終了とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。